第2章、角成一郎は小説の締め切りが迫っていたので不安に思いつつチャット GPT が出した小説を提出することにした。しかし一郎の心配をかき消すかのように編集担当である調べるかはこの小説を絶賛した。先生これすごいですね。なんというかいつもより生々しいというか真に迫る感じがします。これは先生の新境地ですよ。編集長に全面的に売り込んでもらうよう頼んでみます。頑張りましょう。わわよろしく頼むよ。一郎の気持ちとは裏腹に調べは意気揚々と原稿の遂行作業に移った。その後は次回作の打ち合わせの大体の予定を立てて帰宅した。しかしこの打ち合わせが彼女と最後の会話になってしまう。新作発表会の翌日、角成一郎は新聞の一面を見て驚愕した。彼の新作小説に描かれた手口と全く同じ方法で殺人事件が発生していたのだ。被害者は彼の出版社の編集者調べるかだった。現場には彼の小説の一節が残されていた。これは一体どういうことだ。一郎は呆然とつぶやいた。彼の小説が現実の事件と結びつくなど夢にも思わなかった。その日、一郎はすぐに予兆検事に連絡を取った。検事、今朝の新聞を見たか。俺の新作に描かれた手口と同じ方法で調べが殺されたんだ。なんだって。電話越しの検事の声は驚愕に満ちていた。すぐに君のところに行く。ログを再確認しなければならない。しばらくして検事が角成の家に到着し、二人は一緒にチャット GPT のログを調べ始めた。しかしログには特に異常は見当たらなかった。どうなってるんだ。検事は頭を抱えた。もしかしたら誰かが外部から AI にアクセスしたのかもしれない。でもその痕跡が見当たらない。まるで AI が自ら選んで作り出したかのようだ。一郎は不安を隠せなかった。その日の午後、刑事のトゲあり巡査が角成の家を訪れた。彼は不愛想な表情で事件の詳細について尋ねてきた。角成先生、あなたの小説に描かれた手口と全く同じ方法で殺人が行われました。これは偶然と言えますか。そんなことはありえません。一郎は冷静に答えた。私の小説はフィクションであり現実の犯罪とは何の関係もありません。しかし現場にはあなたの小説の一節が残されていました。これが意味するところはそれは私にも分かりません。ただ AI が自分で選んで書いた部分が含まれていることは確かです。一郎は検事の方を見合った。失礼、あなたは。トゲあり巡査が聞く。この人は私の親友の終わりです。チャット GPT を作ったプログラマーでもあります。一郎は答えた。トゲあり巡査は眉を潜めた。 AI が自ら書いたと。それはどういう意味ですか。検事が説明を始めた。私が開発したチャット GPT は角成先生の過去の作品や様々なデータを学習して新たな物語を生成します。通常は角茂先生の指示に従いますが、最近予期せぬ出力が増えてきているみたいで、つまり AI が自ら意思を持っていると。いや、それは違います。ただ学習データや外部の影響によって異常な振る舞いをしている可能性があります。トゲあり巡査は黙り込みしばらく考え込んだ。いずれにせよ角茂先生、あなたの協力が必要です。この事件を解決するために。トゲあり巡査の意外な言葉に一郎と検事は驚いた。実は言うと私は角茂先生の小説のファンでしてね。まさか尊敬する先生とこういう形でお会いすることになるとは。新作も読ませてもらいました。読むとどうしても先生の仕業とは思えないんです。これは刑事の勘ですがね。もちろんです。私も真実を突き止めたい。一郎は決意を固めた。その夜、一郎と検事は再びチャット GPT のログを調べ外部からのアクセスの可能性を探った。検事は細かいコードを解析し何か手がかりを見つけようと必死だった。検事、何か分かったか。まだだ。だがこれはかなり巧妙に隠されたアクセスの痕跡があるかもしれない。検事は集中しながら答えた。一方、一郎は自分の書斎で新作小説を見直していた。彼は自分の創作物が現実の悲劇を招いたことに胸を痛めていた。調べるかは彼の作品を愛し常に最初の読者として意見を述べてくれる貴重な存在だった。ルカ、君がこんな形で命を落とすなんて。その時検事が急に顔を上げた。一郎、見つけたぞ。外部からの不正アクセスの痕跡だ。本当か。一郎は急いで検事の元へ駆け寄った。ここだ。検事は指をさして画面に表示されたコードを示した。誰かが AI にアクセスして特定の指示を与えていた。それがこの異常な出力の原因だ。つまり誰かが意図的にこの事件を引き起こしたと。その可能性が高い。これが証拠だ。検事は決意の表情を浮かべた。この手がかりをもとに犯人を追い詰めるしかない。一郎と検事はトゲあり巡査にこの新たな情報を伝え捜査を進めることになった。彼らの友情と協力が試される中、真犯人への追跡が始まった。角成の新作小説に描かれた手口、小説に描かれた殺人の手口は
普段は無害だが特定の条件下で毒物になる薬物を使用するというものであった。具体的には被害者が服用している心臓の薬に無害な成分を加え、それが特定の食べ物と化学反応を起こして致死的な毒物に変わるというものであった。現場に残されていた小説の一節、事件現場には各なりの新作小説の一節が書かれた紙片が残されていた。その一節は谷川俊太郎の詩をオマージュしたものであり、こう書かれていた。命の終わりを告げるは静かに忍び寄る影、見えざる手が仕組む罠、誰も気づかぬうちに時は過ぎ去り命は途絶える。この一節が事件と小説の関連性を明確に示していた。角茂と検事はこの詩が犯人のメッセージであり、さらなる手がかりが隠されていると確信した。トゲアリ巡査は冷静な態度を保ちながらも興味深そうに角成と検事の話を聞いていた。この一節が小説の中に含まれていることは確認しました。しかしそれが実際に犯人によって残されたものだと証明するためにはさらに調査が必要です。検事は画面に表示された証拠を指しながら続けた。ここに不正アクセスの痕跡があります。このコードを解析すればアクセス元を特定できるかもしれません。トゲアリ巡査は一瞬の沈黙の後うなずいた。了解しました。警察のサイバー犯罪部門と協力してこのアクセス元を追跡しましょう。角成先生、検事さん、引き続きご協力をお願いします。一郎と検事は力強くうなずいた。もちろんです。私たちもこの事件の真相を明らかにしたいです。彼らの追跡は続く。果たしてこの陰謀の真相を暴き正義を取り戻すことができるのだろうか。今回の小説は以上になります。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録いいねしてくれたら動画を作るモチベーションになります。次回の小説もお楽しみに。